はい、こんばんは。まずはグラバリオンからビタリテクトをやっていきます。じゃあやっていきます。キセちゃんから。めっちゃ綺麗に収まったな。これはもうできてるね。推しのサムネになって、完全リポストも3つ取って、3人以上のキャラ入った日常イラストかけて、ビネット書いて、SD キャラも書いて、終わっちゃったもしかして。もしかしてもうキセちゃんいなくなっちゃうの？終わっちゃった。キセちゃんは卒業です。お疲れ様でした。これからのご活躍、楽しみにしてます。もう二度と来るんじゃないよ。こんなところに。お疲れさんでした。キセちゃんのイラストで切り抜いて再生数が稼げなくなってしまった。そうそう、おめでとうございました。というわけで、次は、ガシオくん。SD キャラが3ポーズかけるか。まあいいんじゃないかな。でも、こっちグイーンって曲がってるけどさ、これもうほぼほぼ正面顔やからよ。こっちこう見えてるとよ、おかしいんだよな。耳がでだいぶ上に行ってんのよな。あら、顔が安定しないね。まあ、合格でいいでしょう。次は、ドライバー行きまーす。これは持ち方がちょっと変だな。持ち方というか、指が変だな。こう持っていくのいいけど、ちょっと外に傾きすぎやな。結局、この手の流れっちゅうのはよ、これを逆で考えてほしいねんけどな。ここって結局上がんのよ。ここも上がってやなきゃいけないのね。で、こいつを見せなきゃいけないねん。こいつ。この部分。こんな感じやね。で、握り込むから、小指側はな、しっかり下がらなきゃいけないわけだ。この部分がちょっとないから、変に見えんの。ここの部分があって、ここちょっと浮く感じやな。持つ部分が変な形状してるけど、まあでもこんなんや。で、あとちょっとここが薄いな。手のひらの横の厚みがあるから、そこをつけないと。横の厚みがここにあるから、この部分をつけてから、こうしないと。まあもうちょっと頑張りましょうって感じやな。ここもね、今こうなってるから変になるわけよ。ここの付け根から指が一旦伸びて、やから。だんだん畑になって、内側に入っていく。こういう感じね。爪はいい感じやな。爪はな。頑張ってください。ホムナント。ちょっとおかしくない？コンビニのやつ何あげてんの？不良店員やな。高いものを取ってくれてるってこと？まあ、それは置いといて、これは OK やね。何にせよちゃんとね、おにぎりを渡してるっていうところがね、しっかり伝わっていいですね。はい、じゃあ次行きましょう。ジェンドゥ。俯瞰が難しそうやな。これがなんでできてないか解説しよう。これちゃんと覚えときな。これ1全部一緒なわけよ。斜めになったところで、付け根の角度とかも変わらへんわけよ。なんかハムスターみたいな耳とかもそうやけど、上から見た角度の厚みってこういう風に膨らんでるわけじゃないでしょ、別に。まずここで頭上げてから、外側に膨らんでいかなきゃいけない。外側にってこと。で、それで、ミミちゃんが、この奥の方から生えてきてるって、こんな感じになるはずよ。耳も上から見ないとね。こっちも生えてるんじゃないかな。で、頭を大きくなりすぎない。このラインもしっかり守って、で、ここから生えて横に行くっていうのがなんか考えられへんのよな。この辺とかの髪の毛がどっから来てるかって最終的にこの辺りから来てるわけよ。こうやってね。ちょっとやり直しやな。次。俺これ今名前めっちゃええのん考えた。これ顎保存の法則にするわ。なんで顎保存の法則なんて言うけど、まやこちゃんがいてるとします。ここでかけこちゃんの頭だけ切り残して、こういう状態になってるやん。顎の位置が変わらず、その他だけを伸ばしてるから、どっくりやろこれ。顎保存の法則よ、これ。顎をだんだんと置き去りにしていくよ、もう。こんなんするからあかんのよ。そりゃここ伸びてくよ。顎保存病やな。はい、次。前の方が良かった。なんで劣化したの？こっちに傾いてきてるよ。あっち向いててんやろお前。こっちの方がかっこいいやん。なんで手前型が下がんねん。俯瞰を描くときはこうかこうしかねえの。これじゃ俯瞰にならないの。斜めになってないの。こう回転してるだけなの。位置が。何も変わってないでしょこれだったら。地動説してるだけ。俯瞰になったらこうなの。こう。俯瞰の時もそう。傾けたら円だけやねんからもう。やり直し。次。なんで正面より斜めになったら顔が伸びてんの？真横に並べた意味がないやんか。正面、斜め、横って書いてくれたのに、斜めが明らかに伸びてるんやん。これも間違いやすいよな。みんなここ角ついとるけどさ、そうじゃなくて、みんなここにこう首生えてんの分かってる？ここに見えてるのは、裏側が見えてるんだよ。顎あるやろ？顎の面をしっかり把握しましょうね、ここに。で、ここにピリって見えてんのは裏側が見えてるんだからね、これ。ここの認識ができてない。これはなかなか厳しい戦いになりそうやな。今だからこのラグーザ様やったら、どんな風に見えてんのかっていうと、こういう感じの顔になるわけ。
この輪郭線が横にずれていってるってことだからね。ここのしっかり顎骨を作らない。ほな次。出た。なんかイケメン。まず、眉毛と目の位置がちょっとずれてないのと、中まつげの位置がでかい。これってさ、目の大きさの半分ぐらいにしかないはずやねんけど、ちょっと全部でかいのよ。眉毛と目の位置がずれてるっていうのが内側に配置しすぎ。もうちょい外側。これで似たでしょう。これの大きさとここの位置を変えましょう。もっと変えていきましょう。次。みんな、覚えとけ。何度も言うけど、線を結んだら位置は変わらへんねん。左右対称になんねん、これだけで。顔を整えたかったら、今、ここにまつげがついたな。上まつげがついたんやったら、ここに上まつげつけるようにすればいいだけやねん。こう曲げたんだったら、ここにつけるってやったら、こっちもここにつけるんや、こうやって。そしたら自然と左右対称になってくから、顔を安定させたいんやったら、しっかり安定させるために、差しを引きなさい。ちゃんとここ真横に並べて、やってください。こういう手間を惜しまないのがプロなんだから。これもね、いいねがなかなか伸びませんでした。はい。まあ、泣いてない。大して泣いてない。なんかね、眉毛で表現するんじゃないの。表情は眉毛じゃないの。だからこれ眉毛とさ、涙消してみんや。普通じゃない？泣くってこんなんか？目見開いた状態で眉毛をクイッてしてみ？そんなんで泣いてる時やる？なんやろ？表情っていうのはまぶたで動かすの。しっかりまぶたを閉じない。しっかり目を動かさない。目を。まぶたが動いて、眉毛が連動すんねんか。で、上まぶただけじゃなくて、下まぶたも持ち上がるの、こうやって。で、目には潤いが溜まるから、ハイライトとかも、ちょっと大きくなったりだとか、ぼやけたりすんねん。観察が足りなさすぎるね。でも、普通に笑うんじゃなくて、もう、震えながら笑ってるみたいな印象とかにしてあげた方がさ、感情来るじゃない。ちょっと唇を震わせてあげるみたいなね。これがもともと。どっちの方がなんかドラマを感じるよ。もう、顔が可愛く描けてんやったら、次はこういうところをやっていかなが。ドラマとリアリティを持たせていかないと。顔が似てるのは丸やけど、これは、はっきり言って、似て描けるっていうのは、これはできて当たり前。ここから、リアリティが必要になってくるわけ。初心者の子はとにかく、顔を似せること。で、顔が似せることができたら、次に、リアリティを目指せていってほしい。こんな状態になったら、どんな喜び方するやろなーって、そういう想像力をね、働かせない。で、この動きをね、みんなに覚えてほしい。眉毛っていうのは、上下に動くことができるのよ。上まぶたも上下に動かすことができます。で、下まぶたっていうのは、位置は動かねえけど、下まぶたのここは動きます。ここがほんまちょびっと動きます。持ち上がるようにね。で、口っていうのは上下左右に伸びます。で、口が横に伸びたら縦には伸びない。この仕組みをね、覚えてない人が多すぎる。で、次、もう一個細かい動きをしてるけど、顔に力が入る部分は真ん中なのよ。ここに力が入んねん、ギュッて。この辺りに力が入んねん。で、口はこの四隅に動く。これを覚えてください。だからなんかこう、眉毛の時ってさ、ここまで目の近く。ここが動くからな。ここまで分かったかなみんな。じゃあ自分の絵を改めて見てみましょう。曲げてるところとかが一緒になってるよな。ハの字の時とかは、ここに力が入ってるね。ギュイッと。さあ自分で今なんかデフォルメで描いたやつとかに、どこに力入ってるんだろうっていうのを、まあチェックしてみてくれ。で、感情が乗るときに眉毛動いてない顔ってのがよく見るポカン顔にすっごい多い。この顔ね、この顔。眉毛すっげえまっすぐ。で、みんな今からね、じと目って書いてもね、じと目が描けないやつはね、表情描けないと思っていい。じと目が描けない子ってね、目が分かってない。細目じゃないからね。じと目だからね。急に難しいよ。これ。初めて描いた。描けた？本当に描けたかな？はい。これね、じと目っぽくないやろ。じと目っていう状態ってのは、いわゆる半目みたいな状態なのね。だからデフォルメでやったりすると、こう描くけど、多分自分でじと目を今リアルでやってほしいねんけど、なんか目半分以上開いてなくない？確かになんかこう、薄めみたいな顔。なんか薄めみたいな感じがするやろ。というのは、この上まぶたの線やんか？だからこの上まぶたの線が、瞳の大きさの半分以下ぐらいまで落ちてんのよ。しのちゃんのやつ見てみ？半分以下じゃないやろ。これつけてるやんか。この横のやつ。これ横のやつつけてる時点で、全然半目でもなんでもないの。半目になってる状態ってのは、まぶた自体が目の下の半分より下。瞳の大きさより下に行かなきゃダメなのよ。こうなってくると急にじと目っぽく見えない？下めっちゃ開いてる目。ね。
じゃあこれ、横から瞳を考えたんやけど、さっきの状態って、こういう状態なんよ。めっちゃ開いてるよ。半分より上やからね。ということは、じと目にしなきゃいけないんだったら、これぐらい削らなきゃいけない。これ、今この状態でこうやったら、どう見えるやろ？わかりやすこれだったらほら、まぶた全然動いてないやろ？こい。のめっちゃ下だったら。開いてるんだよな。開いてるやろ？じと目が描けない子は、目の動きをまず理解しないっていうのにすごくよくわかるのよ。で、細めの子っていうのも、なんでさっき、細めじゃないよって言ってたのは、これついてるじゃん、これ。これをついてたら、もう目の大きさがこれで固定されるわけよ。うん。こういう形になるわけね。だから、うん細目っていうキャラクターを表したいんだったら、これをつけたまま、こう上げたい。じゃあ、この子の目の大きさってこれになるわけよ。もともとそのサイズ。そう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 。で、これを勘違いして、ずっとじと目を描くときに勘違いして、ずっとこれをつけたまま、これをこうやってやる子がいるんだけど、そうすると細めの目が細い人を描いてそう、るだけただ単に目ってこと。細い子を描いてるだけ、これだったら。確かに印象全然違う。違うやろ。うん。あ、今、そう、エルミナちゃんが言ってるの、そうそうそう。だから、さっきラフで描いたじと目の時っていうのは、みんな、こう描いてるじゃん。これ、端の線描いたら、ほら、普通のなんか、目つきの悪い人になっちゃう。確かに。このじとっていう時にはもう眉毛も下になって、まぶたも下に下がってるだけなの。これはね、だからじと目を描いてって言われて、この動きをしてるやつが、まあほとんどやね。うん。だから表情全然動いてないなーっていうふうに。うんだから表情弱い子は、このあたり、このじと目が絶対に描けない。この横から目を変えるっていう感覚が絶対にない。考えてない。これを。うんうん。だから、目細めてって言ったら、瞳をこう絶対残して、で、このままずっと動かすのね、状態を。なんかそれすごいわかる。これ私のやつもそうだもん。この状態で、これを動かせばいいのに、こう動かしちゃうのよ。めっちゃ割合変わらんのよ。かに瞳を閉じた割合全く変わんないから、うんうんずっと固定された目になってる。で、ツイッターで溢れてるイラスト、結構これが多い。表情動いてないなとか、なんかこの人同じような顔ばっかり描いてるなとか、いう人は、なんかここからのね、割合を削んない。で、なんでそれしないかっていうと、絵柄が崩れると思ってるから。で、というのと、あと、これをした途端に似てないっていう判断にね、なってるんだと思う。もともとの顔は開いてる目だから、表情が変わってるっていうよりは顔のパーツが変わったみたいな感じがしちゃう。そう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 。っていうのは、実際の動きを理解してないだけなんだけど、まあ、絵柄が変わっちゃうみたいな、いう風に、多分勘違いしてるんだと。だから、イラストの表情っていうのは、まあ、顔全体の表情ももちろんいるんだけど、一番とにかく見られるのは目の表情。で、瞳っていうのは割合を削らないと、感情っていうのは全然出てこない。デフォルメやったらできてるのに、自分のイラストだったらできてない人がめちゃくちゃ多い。まあ僕が一番大切にしたいのは、いろいろ言ったけど、ここ。ちゃんと瞳を削ろうねっていう話。ここを意識してね、描くとね、多分かなり自分のイラストのね、表情の幅が広がると思う。いつも同じような顔を描いてる子っていうのはね、ここが大体できてない。やっぱね、上手くなる子って結局、そういう知識を得た子たちが上手くなってくるのよ。うん。知らない子はね、延々とそっから抜け出せないから。でそういうのをなんか、スランプだって言って、やっと勉強し直すのね。だからスランプはね、なんかあっていいのよ。考える機会になってるのよ。というわけで、今のね、このお話をね、ざっと、まとめると、顔をね、描くとき、動くところを、まず、どういう風に動くのか覚えましょう。で、力が入るところも覚えましょう。で、顔の表情もあるけど、僕が特に教えたいのは、もう目の表情ね。目の表情っていうのは、どこで表現するかというと、瞳の割合で考えましょう。だって別にこれ、眉毛ついてないじゃん。眉毛ついてないけど、なんか、じと目とかになるじゃん。うんうん。かっこいいなってなるじゃん。でも、眉毛試したらほら、なんか落ち着いてる顔なのかな、怒ってんのかなって。でも目だけでも十分こうやって表せれるのに、目を大体こうやって固定されてる子が多いから。で、眉毛だけでなんとかしようとしてる子が本当に多い。こういう感じで。確かに伝わるけど、目は眉毛よりもっと伝えれるよっていうの。というわけで、じゃあ、高毛先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは？
メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。かかげさんは支援してくれた人にはこれからも正直に絵のことを答えていきます。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。